おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円からです。現在はポンド円、日足単位ではこういうダブルトップを意識しております。ダブルトップでの下落になるのかどうかというところで、ポイントとしてはここですね。ちょうど GMMA で反発できるか、こういう反発、もしくは GMMA を下抜けるかっていうところを見ております。GMMA 下抜けてくるとダブルトップになりますので、このあたりですね。186円とか184円、このあたりまで下がっていくと考えます。ただ現在は GMMA の青帯の上にありますので、ここで止められるかどうかですね。昨日、ここ数日見ていますと、反発しそうな雰囲気ではありますが、本日は朝から急落してきておりますので、このまんま下抜けていくとなると、結構大きく下落します。まずはこのあたり、190円ぐらいがターゲットになってきますし、最終的にはここを目指してくると思いますので、184円ぐらいですね。このあたりまで最終下がってくると考えます。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯が横ばいです。ということはレンジですね。上がったり下がったり方向感のない動きをする中で、今までのところの動きはこういう下落から一旦上昇に向かったんですが、本日は下落。ただし、この直近の上昇、これですね、こういう上昇がありますが、そこから一旦ストキャスティクスが高値圏に入って、一度今は調整の下落というふうにも取れますので、ここからまたこういう動きも想定できます。ただし、先ほど言ったように、GMMA の青帯が横ばいですので、基本的にはレンジです。こういう動きを想定しておいてください。上がるのか下がるのかっていうのが分かりにくい相場にありますので、しっかりと引き付けてエントリーすることが大切です。ストキャスティクスはまだ下げ余地がありますので、本日このまま下がっていくのであれば、このあたり、192円ぐらいを目指していくと考えます。では、1時間足です。4時間足がレンジなので、1時間足も基本的に方向感なく動くという前提で見ておいてください。今までの動きもそうですよね。上がったり下がったりという、すごく方向感のない動きをしておりますので、基本的には方向感が分かりにくい。そういう時に利用できるのが、こういう水平線ですね。こういう水平線を意識しておくといいと思います。昨日の動きも大体そんな感じですよね。先日からはこのオレンジの水平線、このあたりが意識されていく。そして上昇してくればこの黄色のゾーンの中、この黄色のゾーンの上限ですね。この辺が意識されているのもわかります。そこを上抜けるとこのあたり、そして昨日の高値というこの辺ですね。昨日の高値はここ、過去のオレンジの水平線付近まで上がってきたということですので、大体似たようなところから反発しておりますので、こういった水平線を意識しておく。上がったり下がったりと方向感のない動きをしますので、必ず水平線とか直近の高値とか、そういうところまで引きつけてからのトレードを心がけていかないと、逆方向に大きく動いていく可能性もあるのでご注意ください。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は分かりやすいですね。ずーっと下落をしてきてます。一旦 GMMA の青帯上抜けたんですが、結局騙しで下落中。なので現在はこのあたりですね。140円ぐらいを目指して下落していると考えてます。では4時間足です。4時間足も明確ですね。GMMA の青帯下向きですので、上がったところから売っていく戻り売りですね。下がって上がったところから売っていくというそういう考え方ですので、上がってくれば戻り売りポイントを探していくという考え方ですね。昨日の高値なんかはちょうどいい戻り売りになると思いますが、本日もすでに下落してきてますので、ちょっとここからの下落についていくのはどうなのかなと思いますが、もし上昇してくればこういう動き方を想定しておくといいと思います。では1時間足です。本日もうすでに大きく動いているんですね。すでにもう大きく下落してきております。昨日の高値付近からの下落になってますので、この辺は分かりやすかったんじゃないかなと思います。逆に昨日の高値上抜けてくると上昇しやすくなりますので、その場合はこういう上昇の流れを利用する。そして昨日の高値まで上がってきても、ここ超えられなければまた下落方向に動きやすくなるので、こういう動きを想定をしておきたい。そして逆に現在地っていうのはやはり過去の安値付近にありますので、反発しやすいところではあるんですね。反発すればまた戻り売りができますので、基本的にはずっと下落トレンド中ですので、上がったところから売っていく。昨日みたいな感じですよね。なのでそういう動きを想定しておくと分かりやすいと思います。で、先ほど言ったように今これ昨日の高値、このあたりは意識されてますので、ここを上抜けるとしばらくは上昇方向に動きやすくなりますので、その辺の動きを見ておくといいと思います。なので本日アラートを仕掛けるのであれば、昨日の高値、ここですよね。昨日の高値とか、現在のこの本日の安値、もう一つ下ですね。この辺です。142円ぐらいっていうところにアラートを仕掛けておくといいと思います。ここ下抜けると結構大きく下落していくと思いますので、この辺にアラートを仕掛けておくとトレードのタイミングが分かりやすくなると思います。現在使用しているのがトレーディングビューなんですが、アラート簡単に設定できますので、もしこのチャートをご利用でない方は概要欄に URL を貼っておきます。無料登録で利用できますので、よければ一度ご利用ください。それでは本日は以上です。
現在ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝講師の詳細な分析と週末の限定動画でコツコツスキルアップができるようなそんな内容となっております。FX を基礎から学びたい、もしくは学び直したい方は、ぜひノートメンバーシップご利用ください。こちらも概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。